今回はチャンネルリスナー様からいただいたとっても鋭いコメントをご紹介します。日常、強い自動思考に満たされていると、注意散漫になって無意識に赤信号を渡ってしまったり、鍵を閉め忘れたりすることがあります。こんな無意識の全自動行動に任せると、とんでもないことに。むしろ思考で強力にコントロールしないと大変なことになる気がします。この自動思考に満たされている時の無意識行動の正体は何でしょう？ネドジュンさんのおっしゃる無意識からの直感とは違う気がします。コメントありがとうございます。これとてもよくわかりますよね。ちゃんと考えを張らせておかないと、とんでもない大失敗をするんじゃないかという不安。でも結論から言うと、この心ここにあらずで赤信号を渡りそうになる状態は、ネトさんの言う無意識の直感ではありません。実はこれ、脳のオートパイロット機能の暴走なんです。お察しの通り、直感とは真逆のことが起きています。今日はそのメカニズムと、じゃあ困った状況の時はどうすればいいのという疑問の答えを紐解いていきます。まずぐるぐると考え事をしているとき、私たちの脳はどうなっているのでしょうか？人間の脳にはぼーっと考え事をしているときに激しく活動するデフォルトモードネットワークという回路があります。自動思考に意識を奪われているとき、私たちは過去の後悔や未来の不安という脳内の仮想現実にトリップしてしまっているんです。じゃあその時、現実の体はどう動いているのか。それを動かしているのが脳の省エネシステム、オートパイロットです。自転車の乗り方、鍵の閉め方、いつもの通勤路を歩くこと。これらはいちいち考えなくても体が勝手にやってくれる全自動プログラムなんです。ただし、このオートパイロットには致命的な弱点があります。それは、状況の変化に臨機応変に対応するのが大の苦手ということ。意識が脳内の考え事に 100% 持っていかれていると、目の前の赤信号というリアルな危険を脳がスルーしてしまいます。そして体の全自動プログラムであるただ歩くだけがそのまま突っ走ってしまう。これがヒヤリとする無意識行動の正体です。ネドジュンさんの言う無意識からの直感行動と今回の心ここにあらずの暴走は何が違うんでしょうか？ここが一番大事なポイントです。わかりやすく比べてみましょう。まず自動思考のオートパイロットは意識が過去や未来の妄想にトリップしています。視野が狭くなり、現実の周りの音が聞こえなくなって危険に気づかず突っ込んでしまう状態です。いわば脳内妄想に夢中で現実がシャットアウトされている全自動です。一方で大きな無意識の直感行動は思考は静かですが意識は今ここの五感に 100% 開かれています。視界がクリアで周りの気配や音にものすごく敏感です。だから突発的な危険があっても野生の勘のようにとっさに察知して避けることができます。つまり現実のセンサーが 100% オンになっている全自動なんです。同じ無意識の行動に見えてもその中身は180度違います。コメントをくださった方は、思考で強力に抑えないと大変なことになるとおっしゃっていましたが、実はこれ、因果関係が逆なんです。思考を緩めるから暴走して赤信号を渡ってしまうのではありません。自動思考に脳のエネルギーを奪われすぎているから、現実の危険に気づけなくなっているのです。むしろ自動思考を静かにさせて、意識を今ここの身体の感覚に戻してあげるほど、脳の注意システムは正常に働きます。
赤信号や鍵の閉め忘れには驚くほど正確に気づけるようになるんです。思考でコントロールするのではなく、思考から今ここの五感に意識をお引っ越しさせる。これが安全に大きな無意識の自動運転に任せるコツです。私たちはどうしてもちゃんと先まで考えて行動しないと困ったことになるという強い脅迫観念を持っています。だからこのチャンネルでよくお伝えする何もしない、委ねる、お任せするという言葉に抵抗や恐怖を感じてしまうんですよね。でも、ここで言うちゃんとするの意味を少し捉え直すと、ちゃんとするとは思考を巡らせることではなく、感覚を研ぎ澄ませておくこと。例えば、人生で何かトラブルが起きたとき、あるいは病気になったとき、何もしないというのは、ベッドでただ寝たまま放置して状況を諦めるという意味ではありません。ここでの何もしないとは、なんとか今の状況を良くしようと思考の力でぐるぐると策を練るのをやめるということです。思考でぐるぐると何とか良くしようと考えるのをやめて、ただ今ここの感覚を研ぎ澄ませて待つ。すると、しばらくすると、これという理由や効果は全然よくわからないけど、なんとなくこれという感覚が体から感じられるようになります。理由はわかんないけど、これだなという腑に落ちる感覚に従って行動すると、思考で考え出した答えとは全然違う展開が開けてきます。何もしないというのは、その直感を静かに待ち、ひらめいた直感に従って行動するということなんです。委ねる、お任せするとは、解決策を思考で考え出そうとしないということ。感覚を研ぎ澄ませ、体の内側からの直感、答えを待つということ。思考の答えとは、自分の過去のデータから作られます。これまでに経験したこと、本で読んだことなど、あなたの左脳のハードディスクに入っている狭い範囲の情報だけで必死に計算して答えを出そうとします。直感の答えとは、今ここの膨大な生データから届きます。言葉になる前の空間の空気感、相手の表情、自分の体調、地球のタイミングなど、思考では処理しきれない膨大な今の情報を右脳がキャッチして一瞬で答えを弾き出します。思考で何とかしようとすると、現状維持か想定内の結果になります。過去の延長線上でしか考えられないので、奇跡のような大逆転や想定外の素晴らしい展開は起きにくくなります。直感にお任せすると、シンクロニシティと呼ばれるような想定外の奇跡のようなことが起きます。たまたまあの店に立ち寄ったら探していたヒントが見つかった。ふと思い出して連絡したら最高の助っ人になってくれたというような思考の計算をはるかに超えたベストな現実が引き寄せられるのです。だから思考で何とかいい解決策を探し出そうとするのを少しお休みする。自分の頭で正解を探そうとするのを少しお休みして、感覚を開いて直感を待つ。すると、あなたの想像をはるかに超えた思考ではとてもたどり着けない素晴らしい情報が自然と
体から感じられるようになるんです。今回のお話、どう感じましたか？しばらく今の感覚を感じる時間をお過ごしください。今回もありがとうございました。